人アイドルの白菊蛍です。頑張りますので、どうかよろしくお願いします。すみません。すみません。すみません。ここでレッスンさせてもらえるって聞いて来たんですけど、でも、わかりました。すみません。どうして事務所中に赤い札が貼ってあるんですか？今日は初めてのレコーディングさせてもらえるはずじゃ。そんな、父さんなんて、私のせいで。夢？はい。また、思い出しちゃった。はあ、私は、どうしてもアイドルになりたくて、これまでにいくつもの事務所を転々としてきて、その度に所属した事務所が倒産してしまいました。どこに行っても誰かを不幸にしてしまう。こんな私なんかがアイドルを目指したらダメだって、いつしかそう思うようになっていました。けど今は大丈夫なはずだよね。今の事務所に入ってからは不幸なことも減ってるし、でも本当にもう大丈夫なのかな。ガム踏んじゃった。新しい靴だったのに。やっぱり私はついてないままだね。おはようございます。プロデューサーさん、今日は何の倒産のお知らせとかじゃなさそうですけど。本当ですか？ありがとうございます。エキストラでもパーターでも、私なんかにやらせてもらえるならどんなことでも嬉しいです。嘘。そんなはずは何かの間違いなんじゃないですか。
幸運、私なんかにあっていいはずがありません。もしかしてドッキリですか？ありがとうございます。 CD を出させてもらえるなんてやっぱり信じられませんけど、でもプロデューサーさんのことは信じることにしてるので、頑張ってみます。CD デビュー、CD デビュー。私なんかを本当に？そこの人危ない。ビルから植木鉢が。いたた、すみません。せっかく注意してくれたのに。振り返り様、おでこをぶつけてしまって。星が飛んでます。あれ？あなたは？あれ？ジュリさん？ごめんなさい。私の不幸にジェリさんを巻き込んでしまって。ホタルちゃん、大丈夫そうでよかった。けど、どうしてあんな風にふらふら歩いていたの？そうだったんだ。ホタルちゃん、CD デビュー決まったんだね。おめでとうございます。ありがとうございます。でも、あんなに望んでいたことのはずなのに、現実になってみると逆に不安で、どう喜んだらいいのかわからなくて。そうなの？あなたは先輩？この店員さん、ホタルちゃんのお知り合いなの？前に私の所属していた事務所のアイドルの先輩です。でも、どうしてこんなところで？ごめんなさい。でも、私は、カップが、すみません。弁償しますから、ますから。そんな、ひどいですよ。ジェリーさん、いいですから。ホタルちゃん、大丈夫？大丈夫です。すみません、ジェリーさん。
私と一緒だったせいで、ちえりさんまで暗い気持ちにさせてしまって。私平気だよ。ちょっと、怖い人だったけど。ただいま、戻りました。あれ？リビングの方で、叫んでるような声が。みゆさん、逃げないでくださいよ。待って、あつみちゃん。まだ私、心の準備がね。あつみちゃん？それにみゆさん？どうしたんですか？ホタルちゃんにちえりさん！ちょっとね、みゆさんに膝枕してもらおうと思って。そしてそのまま流されやすいと評判のみゆさんのおやま。あつみちゃん、いつの間にそんな話に？一緒に寮の家事のお手伝いをしましょうって言ってたのに。そうだったんですね。二人とも何かあったの？その、いた、ホタルちゃん。ひろみちゃん。プロデューサーさんから聞いたよ。CD デビュー決まったんだよね。おめでとう。ホタルちゃん、本当にすっごーい。よかったですね、ホタルちゃん。おめでとうございます。すごい、羨ましい。私も歌いたい。私、すみません。あれ？ホタルちゃん？行ってしまいましたね。ホタルちゃん、どうしたんでしょう。せっかくチャンスをもらえたのに CD を出させてもらって、たくさんの人に自分の曲を聴いてもらうこと、夢だったはずなのに。でもなくて、私はこれまでにたくさんの人を私の不幸の巻き添えにしてしまってきた。今もそう。歌いたいって思ってる子はたくさんいるのに、私の曲を聴く人、みんな不幸になるかもしれないのに。こんな私に歌われる曲だって不幸なんじゃ。私は誰かを幸せにしたくてアイドルになったはずなのに、それが叶わないのなら、誰からも嫌われて不幸を広げてしまうだけだったら、
暗くて冷たいこの場所でずっと一人で。プロデューサーさん、それにひろみちゃん、どうして？ホタルちゃんの様子が変だったから心配になって、プロデューサーさんを呼んで二人で探して、すぐ見つけられてよかった。私を探して？この雨の中は？ね、一緒に帰ろう。そのままじゃ風邪ひいちゃうよ。でも、プロデューサーさんもひろみちゃんも、靴とかズボンとか、ずぶ濡れじゃないですか。私なんかのせいで。うん。ホタルちゃんもずぶ濡れで、お揃いだね。だから。ホタルちゃん、ちゃんとお風呂で温まってきた？髪の毛、乾かした？うん。はい、ホタルちゃん。ホットミルク、入りましたよ。蜂蜜、ちょっと多めにしてありますから。ありがとうございます。お風呂の用意とか、着替えの用意とかまでしてくれて。いいんですよ。私もくじけそうな時に誰かに手を差し伸べてもらったことがありますし。それで、ホタルちゃん、せっかく CD デビューが決まったのに、どうしてそんなに暗い顔をしちゃってるの？それは、私はやっぱり不幸を引き寄せる体質みたいで、歌うことでこの不幸を広げてしまうかもって思って。今は優しくしてくれるひろみちゃんやみなだって、いつかきっと不幸の巻き添えになって、私のことを嫌いになる。それが本当に怖くて。でも、たったいまー。寒かったー。ただいまです。ホタルちゃん。一緒に温まろう。ぴったりくっついて。もしかして、ちえりちゃんとあつみちゃんも、私のことを探しに。それはプロデューサーさんたちに任せて。私はあのお店に行ってきたの。ホタルちゃんの先輩が働いていたカフェに。私はちえりさんのお山に吸い寄せられて、足が勝手についてっちゃった。違うよ。本当は私一人じゃ勇気が出せなかったから、あつみちゃんにも一緒に来てもらったんだよ。
ジエリーさん、初美ちゃん。でも、どうして。前の事務所でのことは私たち知らないですけど、でも蛍ちゃんがとっても頑張ってるのはこの寮の、事務所のみんななら知ってるから。だからそれだけはどうしても伝えておきたくて。そうしたらあの先輩さんはこう言ってました。そうです。ちょっとくらい怖くてもこういうことはちゃんと話さなきゃって。だからお姉さん。こうして蛍ちゃんの先輩とのわだかまりは無事に解消されたのでした。そう、お山に積もっていた雪が溶けるみたいに。もう、厚美ちゃん。ひろみちゃんが私を切ってする。先輩、そんなこと言ってくれたんですね。私もいつもおどおどしていて弱い子だったから、蛍ちゃんの怖がりな気持ちとってもわかります。まるで自分が不幸を呼び寄せているような気がして。私も以前はずっとうつむいてばかりで、 OL をしていた頃も些細なはずの失敗を引きずって、何もかもうまくいかないように思えてしまって。そのうち自分が嫌になって世界の全部から嫌われているような気がしちゃって。でも背を伸ばして周りに気を配れば、避けられる不幸もきっと多いはずですし。そうだよ、自分を不幸だって思い込もうとしちゃうなら、私の方がずーっといっつも不幸だよ。だってお山に登ろうとするとすぐキヨラさんに見つかっちゃうし。でもね、何があっても私は蛍ちゃんを嫌いにならない。だってこの指が忘れられないもん。蛍ちゃんの感触を。あつみ
ちゃん。あのね、蛍ちゃん。私ね、よーく知ってるよ。蛍ちゃんが、頑固で、意地っ張りで、負けず嫌いで、優しくて、頑張り屋で、芯が強くて、私と同じで、笑顔が上手にできなくて、いつも、いっぱい練習してるってこと。だから、ね。私なんてって言わないで。ちゃんと見せてよ。蛍ちゃんのそういう素敵なところ。ひろみちゃん。それに、皆さん。こんなに優しい人たちに囲まれたら、もう私、自分が不幸なんて。そうだ。前に、プロデューサーさんに教えてもらった。不幸だと思うから、暗い考えになっちゃうってこと。それに、私まだ、全然、諦められそうにない。すみません。私まだ、プロデューサーさんに、ちゃんと言えてなかったことがあって。たくさん、失敗してしまうかもしれませんけれど、トラブル、起こしてしまうかもしれませんけれど、でも、不幸なんかに負けないよう、一生懸命頑張ります。だから、お願いします。どうか私に、あの曲を歌わせてください。大切に、一生懸命、精一杯歌います。あの曲まで不幸には、決してしませんから。構いません。どんなことでも。はい。こちらこそ、よろしくお願いします。レッスン、たくさんさせてください。プロデューサーさん。やったー。最後まで、歌い切れた。誰も倒れたり、機材も故障したりせずに。あとは、最後の MC だけ。あれ？マイクが反応しない。壊れちゃってる。ああ、よかった。今日の私、すごく、運がいいみたい。だって、歌ってる最中には、壊れなかったんだし。それに、この会場の広さだったら、マイクなしでも、きっと大丈夫。そのくらいは、レッスンをしてきたから。それじゃ、届けよう。一番奥の席の、ファンのみんなまで。そして、
プロデューサーさんにまで大きな声ですみません。マイクが壊れてしまったので MC はマイクなしでやらせてください。今日は皆さん来てくれて、そして私の歌を聴いてくれて本当にありがとうございました。私今とても幸せです。それにたくさんの人にこの幸せな気持ちを伝えたい。だからもっともっと輝いてみせます。まだまだアイドルとして一歩踏み出したばかりの私ですけど、でもどんな不幸にだって負けませんから。私のことこれからも見ていてくださいね。